リュウクです。今回はこのブラックエンバーのトータスパックについてレビューしていきます。ジャパンリミテッドモデルとして先日発売されたこのバックパック、実際に使ってみて良かった点、少し気になる点出てきたので細かく話していきます。それでは行ってみましょう。まずはこのトータスパックについて簡単におさらいしていきます。ゴテゴテした製品の多いブラックエンバーの中では少し特殊なミニマリストデザインのバックパックです。両サイドからアクセス可能なアクアガードジッパー、伸縮性のポケット、広々とした内部収納が特徴です。独立した PC スペースにはパッド入りのクイックドロップポケットも備えています。バックパネルには涼しさをキープするエアロフローチャネルとラゲージパススルーが備わっており、素材には420デニールと840デニールのナイロン、YKK ジッパー、ハイパロンが使用されています。容量は22リットルです。それでは早速良かった点から話していきます。まず最初の良かった点は全体的に柔らかいという点です。全体的にパリッとした製品が多いブラックエンバーの中では珍しく全体の素材が柔らかい印象です。柔らかい場合に言えるメリットとして、前に背負った時にギュッと押さえつけることができるので、容量が少ない時にバックパックをコンパクトに持ち運ぶことができます。全体的には柔らかいんですが、この表面の素材はパリッとしたコーティングがされているので、シワが大きめにつくのでシルエット的にはかなりかっこよさを保っています。次がこの両サイドからアクセスできるフロントポケットです。このフロントポケットはここのフロントの蓋の部分が上から下まで全て一つのスペースになっています。ジッパーはこの両サイドの中央部分に位置していて、長さがかなりあるのでどちらもアクセスしやすいです。長さがかなりあるのでこういった折りたたみ傘の収納なんかにも適しています。しかしこういったイヤホンなんかを入れるにはちょっとスペースとして大きすぎるので中でかなり泳いでしまう印象です。ただ広いスペースなので活用の幅が広がる汎用性の高いポケットとして使えるのはいいポイントだなと思いました。次がこのボトルポケットです。この伸縮性と通気性を兼ね備えたボトルポケットは使い勝手と機能性のバランスが絶妙にいいです。それでいて見た目もかなりシュッとしててシンプルなので、この伸縮部分の蛇腹のところにメッシュ素材を使うという発想は非常にいいデザインだなと思いました。あとはこの両サイドにあるっていうのもポイントが高いところですね。さっきここに収納した折りたたみ傘を使って濡れた状態でここに入れても全く気にならないですし、夏場で結露した冷たいペットボトルなんかもここに入れてもメッシュで通気性があって、ここから水分が飛んでいくので湿気や中に浸水してしまう心配などなく便利に使えると思います。最後の良かった点は背負った時の通気性についてです。このバックパックのバックパネルはかなり立体的に作られていて、ブラックエンバー特有の中にごつめのスポンジが入ったしっかりしたバックパネルになっています。このメッシュも通気性のいいものが使用されているので、今までのブラックエンバーのつるっとしたメッシュに加え、夏場の暑い時期でも使いやすい設計になっています。ブラックエンバーのいい点として、この背面パッドがしっかり作られていて、かつ通気性もかなり考えられているというところがあります。なので今回そこの部分が継承されているのは非常に評価が高いです。あとこのブラックエンバーのバックパネル特有のハーネスの収納も昔のシタデル R2 のような仕様で継承されているので、ここもブラックエンバーファンとしては嬉しいポイントです。ここまでが良かった点です。ここからは使っていて少し気になるなと思った点を話していきます。まず1つ目はさっきも言ったこういったイヤホンなどの小物を入れるポケットが外側にないというところです。サイドポケットはこのフロント部分の大きなスペースがあるので、小さいポーチなんかをこの中に突っ込めば代用もできるんですが、よくある上部のトップポケットなんかがこのバックパックにはありません。デイパックとしては頻繁に取り出す小物が多いので、小物ポケットを収納する場所が外側に1箇所でもあったらかなり良かったなと思いました。次の少し気になった点が内装の明るさです。
一見ここの面がグレーなので明るく見えるんですが、ここ以外の面が全て黒になっているので、実際に物を入れてこういった向きでカバンを開けた時にかなり中のものが見づらいなと思いました。このメインスペース以外のフロントポケットだったり、この PC コンパートメントの部分は内装がグレーなのでかなり明るくて見やすいんですが、物が下に沈みやすいメインスペースの内装が全面グレーになっていないのはちょっとだけ惜しいなと思います。あとこのトップポケットとして使えそうなメインの上部ポケット、ここにキーリーシュなんかついてるんですが、ここも内装が黒いので、鍵だったりこういう黒めのスマートフォンだったり、あと小さい財布なんかここに入れてしまうとこうさっと一瞬で視認して取り出すっていうのは難しいので、ここも明るめだと嬉しかったなと思います。次の気になる点が白い跡がつきやすいという点です。このボトルポケットのところにすでに白いシミのようなものがついてしまっているのと、この表面のコーティングされている部分も白い、これはシミではなくおそらく傷だと思うんですが、こういった感じで跡がついて、これ拭いても取れないです。表面がすごいシンプルでかっこいいので、ここにこういう傷だったり白い跡が残りやすいっていうのは使っていてかなりモチベーションが下がるので、僕の使い方が少しガサツで悪かったのもあるかもしれませんが、長く使うカバンとしては強度もかなり大事になってくるので、こういうのが気になる人はちょっと考えた方がいいかもしれません。とは言っても遠目で見るとほとんど気にならないので、僕はあんまり気にしてはないです。最後の気になった点は防水性です。ブラックエンバーといえば完全防水で、もうジッパーも全て止水ファスナーで、縫い付けの部分も全部圧着加工してあって浸水しないみたいなイメージを持っている人にとってはちょっと期待外れのバックパックかもしれません。このトータスパックは今までの完全防水のブラックエンバーのバックパックとは全く違って、普段使いレベルの撥水性までに絞っています。なので表面なんかは撥水性の強い素材を使っていたり、この部分も止水ファスナーを使ったりしてるんですが、基本的には PC コンパートメントやメインスペースのジッパーは止水ジッパーではなく普通のコイルジッパーを使っていたりとか、この辺のナイロンもよくデイパックで使われるような目の細かいナイロンなので、撥水性はあるかもしれませんが防水ではないです。とは言っても正直防水性を突き詰めたところでコストがかなり上がってしまうので、そこを思い切って排除して普段使いで使いやすいバックパックに仕上げてきたっていうのは僕としては評価が高いです。ただブラックエンバーといえば防水性、ブラックエンバーだから完全防水のバックパックだと思って買ってしまうとがっかりしてしまうかもしれません。以上が少し気になる点でした。僕の結論としてはユーザーがより欲しいと思う形に近づいたバックパックだなと思いました。今までのとにかくスペックや防水性、機能性を詰め込んだバックパックに比べて、このトータスパックはかなりユーザー目線に寄り添ったバックパックだなと思います。やりすぎなぐらいの防水性と尖ったデザインを廃止することで、結果的に今の円安にも対抗できるようなコストパフォーマンスの高いバックパックに仕上がっています。バックパック好きとしては嬉しいデザインですが、ブラックエンバー好きとしてはちょっとだけ悲しい気持ちにもなりました。とはいうものの、さすがイノヤ、バックパックとしてのバランスは非常にいいです。ブラックエンバーの日本の代理店はカバンブランドとしてはかなり老舗の株式会社イノヤというところが代理店をやっています。今回のジャパンリミテッドモデルは日本の代理店が本国のブラックエンバーのブランドに対してデザインをオーダーしてこういうのを作ってほしいといった形で要望して実現したと聞いています。そんな経緯もあってさすが老舗のバックブランド、普段使いで不満を感じることはほぼありませんでした。大変バランスのいい製品だと思います。今後このトータスパックが本国のアメリカで販売されるのか、日本限定のプレミアムバックパックになるのかは分かりませんが、今後の動向を追っていきたいなと思います。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバックパックのレビューや日々に役立つ情報を配信しています。もう一つのチャンネルのエミグラムでは言葉では表現しきれないバックパックの魅力を 4K 映像で隅々まで見ることができます。こちらも気になったらチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローをお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。